ソニックといえば、その圧倒的なスピード感が大きな魅力。ですがその速さゆえに、ソニックシリーズにはしばしばとてつもなく難しい作品が登場します。特に近年の主流になってる 3D ソニックシリーズには、プレイヤーの心を売ることに特化した超凶悪なゲームがいくつか存在するぜ。ということでこの動画では、3D ソニックシリーズに登場するトラウマゲームを5つ、ランキング形式でご紹介したいと思います。みんなのトラウマも入ってるかもしれないから、ぜひ最後まで見ていってくれよな。なおこのランキングは、私 KT の独断と偏見で作成したランキングになりますので、その点だけご了承ください。それでは、早速始めていきましょう。トラウマゲーム第5位は、ソニックヒーローズ。2003年に発売された、チームプレイが特徴の作品です。ヒロズ、ソニヒなどと呼ばれて親しまれていますね。このゲームは、3人のキャラを切り替えながら攻略するのが面白い。チームによってストーリーとか難易度も変わるから、何回でもプレイしたくなるよな。今作のストーリーは、ソニックアドベンチャー2の後日談となっています。特にチームダークのストーリーは、前作とのつながりを深く感じられてファンにはたまらないぜ。一方で敵の体力性や長いステージ、前作から一転したシンプルなゲーム内容など、かなり独特なスタイルを持つゲームでもあります。そのせいで評価も賛否両論だけど、ボイスが多くて賑やかだから個人的にはかなり好きなゲームだぜ。キャラ同士の絡みも多いので、キャラクター好きにはたまらない作品ですね。この作品のトラウマポイントは、今から紹介する3つのステージ、ビンゴハイウェイ、ロストジャングル、スペシャルステージの難易度の高さです。どれも思い出すだけでゾッとする。まずはビンゴハイウェイ。カジノをイメージした華やかなステージで、周りには美しい夜景が広がっています。しかし残念ながら、それを悠長に眺めている暇はありません。このビンゴハイウェイの一番のトラウマポイントは、こちらのビンゴパート。ここではボールになったキャラクターたちが、コース上を転がっていきます。途中の数字パネルを取ってビンゴを達成すると、リングが大量にもらえるぜ。一見すごく楽しそうな仕掛けなのですが、このビンゴパートでは、キャラの操作が激ムズです。転がっているため細かな操作はできない上に、コース上には大量のバネが。左右の操作は一応できるけど、もはやお祈りレベル。進む方向はほぼ運任せになるぜ。しかも後半になってくると、このビンゴコースが穴だらけになります。もちろん落ちたら一発アウトなので、お願いだからまっすぐ進んでくれと、毎回祈りながらプレイしていますね。落ちずに進めるかは本当に運ゲーって感じだぜ。また一度でも落ちると最高ランクの取得が難しくなるので、やり込む上でも大きな関門になる点も、トラウマポイントが高いです。一回クリアできても、もう一回クリアできる自信がないぜ。二つ目は、ロストジャングルです。野生生物が住む、ジャングル地帯のステージ。ここには巨大なハンマーを振り回すロボット、エッグハンマーや、植物を枯らす雨を降らせる黒いカエルなど、個性的な敵がたくさん登場します。そして一番最悪なのは、最後に出てくる巨大ワニ。この巨大ワニは、チームソニックとチームダークでプレイした場合、ステージの最後で遭遇することになります。ワニが出てくる区間には、足場が全くありません。そのためプレイヤーは、宙からぶら下がってるツタをうまく伝って、ワニから逃げる必要があります。タイミングが合わなくて沼に落ちると、当然ミスになるぜ。ちなみにワニに当たっても普通にダメージを食らうだけでミスにはならないのですが、ダメージを食らった反動で吹き飛ばされるので、そのまま沼に落ちてミスになる可能性が高いです。実質ワニに当たっても一発アウトだよな。ここでやられまくったプレイヤーも多いはずだぜ。しかしその分、最後までワニから逃げ切れた時の達成感はピカイチです。とにかくリズムよくツタを掴んでいくのがポイント。三つ目のトラウマポイントは、スペシャルステージです。各ステージに隠されているスペシャルキーを取った状態で、そのステージをクリアすると挑戦できるぜ。スペシャルキーはダメージを受けると消えてしまうので、スペシャルステージに挑戦するには、実質ノーミスクリアを求められることになりますね。このスペシャルステージには、ボーナスチャレンジとエメラルドチャレンジの2種類があります。そして今作のラストストーリーを見るためには、4つのチームすべてを最後までクリアした上で、エメラルドチャレンジでカオスエメラルドを7つ集める必要があります。つまり今作を最後まで楽しむためには、このスペシャルステージは避けては通れないってことだな。スペシャルステージは調整よくスクロールのステージ構成で、逃げていくカオスエメラルドに追いつくことができればクリア。カオスエメラルドを1つゲットできます。しかし、特に後半ステージはトラップが多くて難しく、下手をするとゲーム本編より難易度が高いです。しかもスペシャルステージで失敗すると、再挑戦のためにもう一度ノーミスクリアしないといけないのもなかなか辛い。そもそも挑戦するまでのハードルが高く、入れてからも難しい。その難易度ゆえに、せっかくのストーリーがちゃんと最後まで見られないという声もちらほら。これ本当に小学生向けのゲームなのか。トラウマゲーム第4位は、ソニックと秘密のリングです。シリーズ屈指のスルメゲー。ソニックと秘密のリングは、2007年に発売されたゲームです。日本ではヒミリンという愛称で呼ばれていますね。Wii のソフトっていうのもあって、操作感が独特で楽しいよな。舞台が本の中、アラビアンナイトの世界っていうのもワクワクするぜ。今作でソニックは、リングの妖精シャーラと共に、悪の魔人であるイレイザー人を倒し、本の世界を救うために冒険に旅立ちます。この作品はとにかくストーリーが最高なんだよな。俺は、薄汚いネズミなんかじゃない、ちょっとすごいハリネズミなんだよ。
ハンカチを山のように出してくれ、など、数々の名言が生まれた名作ですね。さすがソニック、かっこよすぎるぜ。また、遊べば遊ぶほどソニックのスキルが増えていき、色々な性能にカスタマイズすることができます。最初はソニックのスピード感控えめだけど、レベルを上げてスキルを追加していくと、めちゃくちゃ速くなるぜ。ちなみに、プロローグではソニックが珍しく風邪気味という設定になっています。風邪気味でくしゃみをするシーンを見て、ソニックは身の危険を感じるとくしゃみをするっていう設定を思い出したぜ。この作品のトラウマポイントは、2点あります。1つ目は、今作の独特すぎる操作性。Wii リモコンを使った直感的な操作に、最初は戸惑った人も多いと思うぜ。今作では、ソニックが自動で前に進んでいきます。そしてプレイヤーは、Wii リモコンを傾けてソニックの方向を調整したり、ジャンプ中にWii リモコンを振ってホーミングアタックをするなどして、ステージを攻略していくんですね。ステージ中のギミックも、Wii リモコンを振って対応するものが多いぜ。慣れてくるとすごく楽しいんだけど、それでも後半の難しいステージなんかでは、なかなかうまく操作できないんだよな。勝手に前に進むという仕様が結構きついんですよね。どう進むか考える間もなくソニックが動いてしまうので、落ち着く暇もないというのがメンタル的にきついです。二つ目のトラウマポイントは、最終ステージのボス戦における、Wii リモコン操作の大変さです。はい、二能で粉砕ミッション来ました。先ほども話題に上がった通り、本作は Wii のソフトであるため、Wii リモコンを傾けたり振ることで操作をします。そして問題のボス戦では、リモコンを振ってソウルゲージをチャージし、ゲージが溜まったらスピードブレイクで突進。再びリモコンを振ってダメージを与える、という工程を繰り返します。つまり、ほぼずっとリモコンを振り続けることに。やってみるとわかるんですが、Wii リモコンをずっと振り続けるのは超きつい。プレイヤーの体に直接ダメージを与えてくる、非常に恐ろしいラスボスです。しかも下手にラスボスなもんだから、倒すのにも一苦労なんだよな。このボス戦ではリングがあまり置かれていないので、一回の被弾が命取りになります。気をつけないとすぐに死ぬし、死んだらまたWiiリモコンを振り続けないといけないという事実で、何度も心が折れそうになったぜ。操作感も相まって、ゲームの後半からはぐっと難易度が上がりますが、このボス戦は色々な意味で別格ですね。ですがボスの攻撃はパターンが決まっているものもあるので、思い切って覚えてしまうのも手です。とはいえ、腕の力はどうあがいても一定以上は必要だ。もう一度感動のエンディングを見るために、トレーニングでもするか。トラウマゲームランキング3位は、2006年に発売された、ソニック・ザ・ヘッジホッグ。ソニック15周年記念作。初代ソニック・ザ・ヘッジホッグと同名タイトルなので、区別するために新ソニ、ソニック06などと呼ばれていることが多いです。本作は、ソニックシリーズ史上最も暗い鬱展開や、重いシリアスなシーンが繰り広げられます。ストーリーは、水の都、ソレアナに伝わる炎の最悪をめぐって、ソニックたちが現在、過去、未来を行き来するというかなり壮大なもの。ソニック、シャドウ、シルバーの3人のストーリーが複雑に絡み合う名シナリオだぜ。この作品のトラウマポイントは、3点あります。1点目は、数々の鬼畜ギミック。今作には、もう二度とやりたくないと思う鬼畜ギミックが目白押しです。中でも特に有名なのは、ソニック編の自動走行パートと、シルバー編の玉転がしだな。ソニックの自動走行パートは、その名の通りソニックが自動で前に進むので、プレイヤーは左右の移動とジャンプを駆使して、ソニックを導くことになります。ここでは敵だけじゃなくて、障害物や地形に当たってもダメージを受けるぜ。勝手に前に進むという仕様上、基本的にリングの回収は不可能なので、一度ダメージを受けるとそのままミスになってしまうこともしばしば。初見でクリアはなかなか厳しいパートだよな。ソニックの自動走行パートはいくつかありますが、その中でも、クライシスシティが特に鬼畜です。ここでは、なんと画面後方から車が飛んできます。シンプルに事故。もちろんこの車に当たるとダメージを受けますが、なんとこの車の破片にまで当たり判定があります。急に飛んできたらほぼ避けられないから、常にリングを探す羽目になるぜ。加えて車や木箱の破片で常に視界が悪いので、毎度何かしらの障害物には当たってしまいますね。さらにこの自動走行パートでは、空中で横方向の移動ができません。そのため迂闊にジャンプしてしまうと、向きの調整ができずにそのまま落下ということも。クライシスシティだとジャンプする箇所も多いから、この仕様にも何度も殺されたぜ。その上、途中からソニックと正面で向き合う形に視点が切り替わるのですが、この視点になると、リングが見えなくなります。飛んでくる車は見えやすくなるけど、リングが見えなくなる方が辛い。改めてとんでもないステージだぜ。続いてシルバーの玉転がしですが、これはシルバー編の第4ステージ、ダスティデザートに登場するギミックです。ステージの一番最後に待ち構えていて、この仕掛けをクリアすれば見事ゴールということになるんですが、この仕掛けがもう鬼畜。ここではシルバーの超能力を使って弾を吹き飛ばして、通路の一番奥の穴に落とせばクリアだぜ。ですが道中にはいくつも穴が開いており、これらの穴に落ちると最初からやり直しになります。しかも弾を飛ばせるのは9回までで、9回以内にゴールまでたどり着かなければならないので、ちょっとずつ慎重に進むこともできません。少なくとも最初の曲がり角までは、一発で飛ばす必要があるぜ。この回数制限が本当にきつい。常に完璧な角度、完璧な強さで弾を飛ばすという、シンプルに難しい技術を要求されます。
このダスティデザートはこの玉転がし以外そんなに難しくないので、ここまでは割と順調に来れることも多いです。でもだからこそ、最後の最後でこのギミックやんなきゃいけないのがきつすぎるんだよな。ここまで順調だった分、メンタルへのダメージも倍増ですね。またこれらの他にも、これまでの動画で何度か紹介したシルバー戦など、今作には思わず頭を抱えたくなるギミックやボスが盛りだくさんです。どんなにゲームが上手い人でも、どこかしらで積んだ覚えがあるはずだぜ。今作が初ソニックだった人などは、もはや再起不能になってしまったかもしれないですね。2点目は、ロード処理落ち地獄。これは悪い意味で有名だぜ。今作はとにかくロードが長く、またロードの頻度も高いです。ステージに入る際はもちろん、例えばたった10文字程度のセリフを表示するために、15秒から20秒くらいのロードが挟まることもあります。一説によると、毎回フィールド全体をロードしているために、ここまでロード時間が長いんだとか。このロード地獄は本当に勘弁。また処理落ちもかなりひどくて、特に雑魚敵との戦闘中は、かなりの頻度で処理落ちします。こっちは木箱の破片なんかにも物理演算が組み込まれているせいで、どうしても処理落ちしてしまうらしいな。せっかくストーリーやゲーム性は最高なのに、本当にもったいない。ぜひ今の技術でリメイクしてほしいですね。3点目のトラウマポイントは、なんとあのキャラクターが殺害されてしまう点です。これは本編に関わる特に重大なネタバレになるから、プレイしていない人は要注意だぜ。あのキャラクターとはなんと、本作の主人公のソニック。ドクターエッグマンを無事に倒し、エリスを助けることができたソニック。二人で歩いている中、後ろからメフィレスが現れ、ソニックを殺害します。しかも、殺され方もきついんだよな。後ろから串刺しになるっていうのが、あまりに衝撃だった覚えがあるぜ。その後、ソニックはカオスエメラルドの力で復活を果たしますが、一度死んだという事実は変わりません。ソニックでこんな展開が待ち受けているとは夢にも思わなかったな。殺され方がえげつないということもあり、当時の子供たちは強烈なトラウマを植え付けられたことでしょう。トラウマゲーム第2位は、ソニックロストワールドです。今作は2013年に発売されたゲームで、近年のソニックの中では珍しく、ソニックのスピードは控えめ。その代わり、壁や天井を走れるパルクールや、カラーパワーといった色々なアクションを駆使してステージを攻略していきます。初期のソニックと似たような、かっちりとしたアクションゲームだぜ。ちなみに対応機種は Wii U と Nintendo 3DS ということで、Wii U 初進出の作品でもありますね。そんな今作のストーリーは、島の小動物たちがエッグマンによってさらわれてしまい、ソニックとテイルスが追いかけるところから始まります。ソニックたちはトルネード号で追いかけるものの、エッグマンの攻撃によって操縦不能に。なんとか機体を持ち直し雲を抜けたその先には、幻の大陸と呼ばれている、ロストヘックスが浮かんでいました。そしてロストヘックスにはゼティという戦闘民族が住んでおり、彼らはエッグマン6機衆として、ソニックたちの前に立ちはだかります。かくしてソニックたちは、エッグマンと6機衆を倒し、島の動物たちを助け出すために、ロストヘックスを駆け巡るのでした。エッグマン6機衆。今作以外でほとんど出番はないけど、それぞれキャラが立っていて個人的には結構好きだぜ。また Wii U 版では他作品とのコラボステージの配信があり、この完成度がかなり高いです。特にゼルダの伝説とのコラボステージは、BGM や演出が細かい点まで忠実に再現されていて、超感動した思い出があるぜ。これで一本ゲーム作ってほしい。そんなソニックロストワールドのトラウマポイントは、ハードすぎる難易度。さっきも説明したように、今作では場面場面に合わせて、色々なアクションをちゃんと活用することを求められます。ですが、今作は一つ一つのギミックがシンプルに難しい。特に即死系のギミックがすごく多いんだよな。定番の落下死はもちろん、砂漠ステージでは謎の巨大生物に捕食されたり、溶岩ステージではマグマに落ちて即死したり。中でもプレイヤーに強烈なインパクトを残したのは、サイレントフォレストゾーン2。このステージの終盤には、フクロウの像からサーチライトが照射され、その光に照らされると即死するという謎の鬼畜ギミックが登場します。これマジで意味わからんかったな。なぜこれで即死なんだ。ここはコースの構成も難しいので、光から逃げ回ってたら落下して死亡。かといって慎重に進もうとすると照らされて死亡ということで、多くのプレイヤーを絶望の淵に追いやった極悪パートですね。結局最後の最後までクリアできなくて、泣く泣く救済措置でこのパートをスキップした人も多いと思うぜ。このように数々の鬼畜ギミックが搭載されたソニックロストワールドですが、今作の何より恐ろしい点は、これが初心者向けとして展開されていたこと。ソニックのスピードが控えめだから、初心者におすすめ、っていう言い分だったらしいけど、蓋を開けたらめちゃくちゃ難しいという。初心者向けという言葉を信じて買った人は、きっと地獄を見たことでしょうね。シンプルに難しいだけで理不尽な箇所とかはないから、最初から歯応え抜群のアクションゲームとして売り出してたら、もっと違った印象になってただろうな。3D ソニックトラウマゲームランキング。堂々の第1位は、ソニックワールドアドベンチャーです。これは誰しも納得なんじゃなかろうか。日本での主な略称は、ソニワド、ワルアドなどですね。今作では、昼と夜の2つのパートを切り替えながらゲームを進めていきます。昼間は従来のハイスピードアクションゲームだけど、夜になるとソニックが狼のような姿に変身するぜ。この姿になると、伸びる腕と強大な腕力を得る代わりに、自慢のスピードは失ってしまいます。
この夜パートはアスレチックのような仕掛けや謎解きの要素もあったりして、慎重さや正確さが求められるステージになっていますね。大量の敵と戦うパートもあるので、昼間とは全く違うアクションを楽しめます。一方でヒルパートは、ソニックシリーズの中でも屈指のスピード感を誇るステージ構成です。今作のヒルパートはマジで爽快感えげつないから、今でもたまに走りたくなるんだよな。動画サイトにタイムアタック動画がよく上がっていますが、見ているだけで気持ちよくなるくらいの疾走感です。もう10年以上前のゲームだけど、今でもソニックシリーズトップレベルのスピード感だと思うぜ。ですが、これほどスピード感があるだけに、難易度もかなりのものです。この爽快感を存分に味わえるのは、よほどのソニック苦労とか、何度死んでもやり直せる強靭な心の持ち主のみ。今作を初めて遊ぶときは、ほぼ全ステージで死にまくる羽目になるぜ。このソニックワールドアドベンチャーは、良くも悪くもアシストが少ないので、この圧倒的なスピードを自力で制御する必要があります。当然かなりの腕前が必要となるので、なかなか万人受けとはいかない作品ですね。あまりに死にまくるもんだから、途中で諦めた人もいるだろうぜ。ある意味全ステージトラウマと言ってもいいくらいなんですが、中でもプレイした人全員を絶望のどん底に陥れた、とんでもないステージがあります。そのステージとは、今作の最終ステージ、エップマンランド。やめろ、その名を出すな。このエップマンランドの恐ろしいポイントは、なんといってもその長さ。今作のステージは全体的に長めですが、それでも大体20分程度あればクリアすることができます。20分でもかなり長いけどな。それに対してこのエップマンランドは、初見で挑戦した際のクリア時間が、なんと1時間を超えてきます。もうほんとどうかしてるよ。今作はステージクリア時のスコアによって、S から E のランク付けがされるようになっています。当然クリアタイムが短いほど高ランクがもらえるのですが、このエップマンランドに関しては、たとえクリアタイムが1時間近くになったとしても、B か C はもらえます。つまり、このくらいかかるのが普通だということです。普段はソニックの制作者さんたちには頭が上がらないけど、これに関してだけははっきり言わせてもらう。マジで何考えてんだ。しかもただ長いだけじゃなく、ステージ構成もしっかり難しい。溶岩地帯のパイプ渡り、急に飛び出してソニックを突き落としてくる壁、制御不能のゴーカートなど、数々の凶悪ギミックがソニックを襲います。今作は残機制になってるから、あんまりミスしすぎるとゲームオーバーになってしまうぜ。当然ゲームオーバーになるとまたステージの最初からやり直しになるので、残機が減ってきた時の緊張感たるや、想像を絶するものがありますね。終盤でゲームオーバーになろうもんなら、発狂する自信があるぜ。ちなみにこのエップマンランドをクリアすると、そのままノンストップでボスの連戦。そしてエンディングへと向かうのですが、正直エップマンランドをクリアするのに全エネルギーを消費するので、その後のボス戦はまともに戦えないですね。まあ仮にボスでやられても、またボス戦から始められるのがせめてもの救いだけどな。これでエップマンランドからやり直しだったらと思うと寒気がする。ということで、3D ソニックトラウマゲーム第1位は、エップマンランドという大バグステージが登場する、ソニックワールドアドベンチャーでした。以上、3D ソニックシリーズのトラウマゲームランキングでした。いろんなトラウマが蘇ってきてメンタルやられたぜ。あれ、なぜか涙が。多くのトラウマを紹介しましたが、それでもしばらく経つとまた遊びたくなってくるのが、ソニックシリーズの素晴らしいところですね。みんなのトラウマになったゲームも、ぜひコメント欄で教えてほしいぜ。たくさんのコメントお待ちしています。また動画が気に入っていただけましたら、いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。